よし、ガンプラ作ろう。誰？どうもプラミンです。ということで今回はこちら。4月29日発売ガンプラくんデラックスセットを組み立て&レビューしていきたいと思います。ではまず箱の方からチェックしていきましょう。まずパッケージの絵から見ていきましょう。このキットがランナー状態でディスプレイする用のスタンドがついてくるみたいなので、それをイメージした箱絵と、このガンプラくんの後ろの方には、これエントリーグレードのガンダムと HGUC のガンダムが並んでますね。しかもこれ全部バージョン違うガンダムだ。こっちがリバイブ版のガンダムで、こっちが古い方のHG のガンダムで、これがエントリーグレードのフルウェポンセットで、これがエントリーグレードの普通のガンダムですね。あ、ここにはシャーザクと、これザクですよね。のイラストが書いてありますね。ちょっと待って、これガンダムマーカーですね。ガンダムマーカー書いてあるし、いや、いいですね。このガンプラをもろに意識したパッケージになってます。で、接着剤不要のニッパー仕様になってますね。こういう低等身のプラモデルって大体手でちぎれるタッチゲートになってるんですが、これはニッパーを使用するみたいです。この HGUC シリーズのパッケージのセルフオマージュ、これがめちゃめちゃ可愛いです。しっかりこの側面も HGUC のオマージュになってます。こっちもですね、HGUC のオマージュになってます。で、ここにはしっかりガンプラくんと記載があります。で、このガンプラくん、今までのガンプラと違って素材がライメックスというのを使用してるんですね。このライメックスは石灰石を主原料としたプラスチックの代替製品になっていて、地球に優しい環境配慮型の素材として最近ね、バンダイさんが色々使ってるんですよ。で、ここですね、カラーパーツの一部に石灰石由来の白が残る場合があるぞ。エコな証拠だから許してくれよなって書いてあるので、多分どっか白くなっちゃう部分もあるのかなと思うので、開封して見ていきましょう。オープン。はい。ランナーは全部で3枚入ってます。ランナーの他にはこちら説明書とホイールシールが1枚付属してました。全体的にパーツの量はそれほど多くないのでサクサク組めそうですね。で、このライメックスを使用しているので注意書きにもライメックス関連のものがあって、ここですね。ライメックスは通常のプラスチックより部品が破損しやすくなってます。無理な力を加えると折れる場合がございますので、丁寧に組み立てられますようお願いします。で、組み立てるとき気をつけて組み立てたいと思います。で、これ、ちょっとね、普通のランナーよりちょっと重いですね。で、次にこの色プラになってる部分、先ほどガンプラくんがパーツが白くなってるかもって言ってたので、ちょっと見ていきましょう。わかりますか？ここにちょっと白くなってますね。でも思ったより全然綺麗な色になってます。じゃあ早速組み立てていきましょう。はい。ということで、ガンプラくん完成しました。めちゃめちゃ可愛いですね。今まで展開されてた SD 体型と、まるっきり違う体型になっていて、また個性があって可愛いです。やっぱり先ほどランナーの時にも話したんですけれども、石灰石が原料だからか、ずっしり重いですね。で、またこの質感がプラモデルと違うので、すごい卵みたいな感じでツルツルしてて、全体的に見た目も艶消しになってるんで、塗装しないでこのままにしておきたいなっていう気持ちもありますが、塗装もしたいっていう気持ちもあります。で、色分けとしても、ここは本当は黒なんですが、赤色で色分けされてるのと、ここもスリット黒ではあるんですが、色分けはされてますね。腰部のアーマーだったり、この排熱の部分だったりも全部色分けがしっかり再現されていますね。色分け再現されてないのは、こういった関節部やバックパックのみになってます。合わせ目としては、頭部が挟み込む形になっているので、ここ一直線に合わせ目が発生します。胴体も青いパーツは左右で挟み込みなので、ここも合わせ目が発生します。腕部はワンパーツ構成、脚部はこの赤と白の2パーツ構成で、合わせ目は発生しない作りになっています。で、可動としては、頭がボールジョイントなので、こうやって左右と上を抜くことができます。で、腕に関しては関節の可動などは入っていないので、この腕だけがこう前後に動く感じ。で、脚部はこの腰部にボールジョイントで刺さっているんですが、ここも関節の可動などはないので、ここがこうグリグリと動くだけになっています。説明書にもしっかり本商品は可動モデルには向きません。ディスプレイモデルとしてご使用くださいっていうのが書いてあるんですね。なのでこちらはそもそも稼働させて遊ぶ用のプラモデルではなくて、組み立てて飾る用のプラモデルになってます。ただ、最初に説明書に破損しやすいと書いてあったところもあり、しっかりニッパーを使うものになっているので、他の SD ガンダムだったりエントリーグレードに比べて、ある程度ガンプラを作ってる人の方が安心して組める
るのかなと思います。このように発火している部分がかなり多いんですが、これね、多分ライメックスの素材が仕方ないのかもしれないんですが、めちゃめちゃ発火します。自分ね、アルティメットニッパー使ってるので、だいたい普通のプラモデルだったら発火しないでゲート処理できるんですが、アルティメットニッパーが負けました。めちゃめちゃ発火します。現段階ではやはりプラスチックの方に軍配が上がるかなっていう感じですね。まあランナーをカットするときなんですが、普通のプラスチックに比べてかなりなんかこう、ニュッてした感じで切れますね。切る感じは切りやすかった。まあ、ただそれが壊れやすい原因っていうのもあるのかもしれないです。次はね、ディスプレイさせてみましょう。はい、できました。立たせる用のスタンドに装着させるとこんな感じです。まあ、やっぱりかなり足が細いので、ガンプラくん単体で自立させるとちょっと揺れると倒れてしまって怖いので、立たせるなら絶対にこのディスプレイスタンドは絶対に必須ですね。では次はランナー状態でのディスプレイやってみたいと思います。秘宝、折れました。いやーこんなに脆いと思いませんでした。気をつけてください。皆さんもしガンプラくんこの動画で気になって買ったとして、本当に気をつけてください。この関節、絶対折れます。めちゃくちゃ気をつけてください。まあ、ひとまず、ディスプレイしますか。はい、ということで、ランナー状態のディスプレイも完成したので見ていきましょう。ランナー状態のディスプレイだとこんな感じでめちゃくちゃ可愛いです。足もしっかりこのボールジョイントをはめ込む。で、このバックパックと胴体は後ろに軸があるので軸を差し込んで接続します。頭部パーツはこのボールジョイントが本来ついていないものなので、ここにボールジョイント型のジョイントパーツを接続してこの背部のここにカポってはめるっていう感じですね。腕はこの握り手の部分に軸を差し込んで接続しているっていう感じですね。なので、さっきの折れたここもちょっとこうずらせばちょっとこう任せるかなって思います。ビームライフルとシールドは後ろにマウントします。で、はい、ここです。見てください。ビームライフルもここにマウントする際に力を入れたら、まあしっかりここが折れました。この重心の部分ちょっと白くなってるのがわかると思うんですが、ここも折れかけました。いや、ライメックスちょっとまだ恐ろしい素材ですね。まあ、このガンプラくんっていうものがライメックスであるのはいいと思うんですが、まだ現段階でなんか新しいガンプラとかをライメックス素材で出すっていうのは、まだ自分はちょっと賛成できないかなと思います。強度がちょっと怖すぎますね、これは。まあでもやっぱりこの環境に配慮してるっていうのはめちゃくちゃいいことだと思って、自分もね、今までランナーぽいぽい捨ててたんですけど、ちゃんと貯めてリサイクルボックスにね、入れに行くようにしてます。やっぱり環境に配慮するっていうのはモデラーとして大事にしなきゃいけない部分ではあるので、このキットに関してはめちゃくちゃ大賛成ですし、ガンプラくんのデザインがめちゃめちゃ可愛いので、こうやってディスプレイさせるっていうのはめちゃくちゃいいと思います。はい。ということで、今日の動画はここまで見てくださって本当にありがとうございました。ガンプラくんを組んでみた感想としては、やはりまだライメックス素材っていうのはちょっと不安が残るものではあるなと思いました。実際腕が折れてしまったり、ビームライフルが破損してしまったり、そういった部分で自分自身組んでみてわかるものはあったので、買ってみてすごく正解だと思いました。この動画が少しでもいいなって思った方、またライメックスに少しでも興味を持っていただけた方は、高評価、チャンネル登録していただけると動画制作の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。プラミンでした。